皆さんこんにちは、持田あかりです。今日は余った毛糸で作るミニポーチの作り方を紹介します。毛糸1種類だけでももちろん OK ですし、いろいろな種類の毛糸を使っても可愛く仕上がります。鎖編み、細編み、長編みの3種類の編み方ができれば編むことができます。できるだけ丁寧に説明していきますので、ぜひ動画を見ながら一緒に作ってみてください。それではスタート。まずは仕上がりのサイズです。私が編んだものは横12センチ、縦8センチに仕上がりました。これは使う毛糸や編む人の力加減によって変わってきます。仕上がりのサイズを変えたい方は概要欄にやり方を書いておきますのでご覧ください。必要なものは余った毛糸、かぎ針、ファスナーです。毛糸は何でも OK です。毛糸の太さが揃っていた方が綺麗に仕上がるので、同じぐらいの太さの毛糸を使うか、細い毛糸は2本合わせて編む2本取りにすると良いと思います。かぎ針は使う毛糸に合わせた太さのものを選んでください。私は並太ぐらいの毛糸で編んだので、8号 5mm のかぎ針を使用しました。ファスナーは作りたい大きさに合わせた長さのものを用意してください。その他に必要な道具は、ハサミ、とじ針、マーカー、そしてファスナーをつけるための縫い針と糸です。私が編んだポーチに使った毛糸を紹介します。画面に出しておきますのでご覧ください。毛糸の合わせ方に迷った時は、どれか一色主役になるカラーを決めて、残りは白、黒、グレーなど色味のない色を組み合わせると良い感じになると思います。まずは大まかな編み方を説明します。このポーチは下から上に編んでいきます。まず作り目と1段目でこの底の部分を編みます。2段目、3段目、4段目、5段目という風になっていきます。2段目からは編み方はずっと同じです。一番最後の段だけ少し編み方が変わります。縁の部分を最後に編んで完成です。では最初にこの底の部分を編みますので、ここに使いたい毛糸の色で編み始めてください。それでは編んでいきます。まずは左手に毛糸をかけます。左手の小指と薬指の間に毛糸を通して、中指と薬指の前を通します。後ろから前へ人差し指に毛糸をかけて、親指と中指で毛糸の端をつかみます。結び目を作って編み針に毛糸をつけます。後ろから押すようにして編み針を毛糸に当て、ぐるっと1回転させます。1回転したら根元を押さえて針に毛糸をかけ引き抜きます。これで結び目ができて針に毛糸がつきました。今できた結び目は目の数にはカウントしません。それでは最初の作り目、鎖編みを15回編みます。鎖編みというのは、針に糸をかけループを引き抜く、これが鎖編みです。針に糸をかけ引き抜く、
最初の鎖編みはあまりきつく編んでしまうと次の段を編むのが難しくなってしまうので、力を入れすぎずゆったりと編んでください。では鎖編みが全部で15目になるまで編んでいきます。鎖編みを15回編み終わりました。15回目の鎖編みのところにマーカーをつけておきます。マーカーをつけました。それでは1段目を編んでいきます。まずは立ち上がりの鎖編みを1回編みます。次に編み針から数えて2つ目の鎖編みの裏山に細編みを2回編みます。鎖編みには表と裏があります。三つ編みのように V 字になっているのが表、ポコポコと山のように毛糸が出ているのが裏です。このポコッとなっている部分が鎖編みの裏山です。ここに針を刺して細編みを編んでいきます。針から数えて2つ目の鎖編みというのは先ほどマーカーをつけた目になります。これを裏に返してこのポコッとなっている部分に針を刺します。それでは細編みを2回編みます。鎖編みの裏山に針を入れ、針に毛糸をかけて引き出します。もう一度針に糸をかけ、2本のループを引き抜きます。これで細編みが一度編めました。細編みを一度編んだら、ここにマーカーをつけておきます。同じ場所にもう一度細編みを編みます。裏山に針を入れ、毛糸をかけて引き出します。もう一度針に毛糸をかけ、2本のループを引き抜きます。これで2回細編みが編めました。初めて編み物をされる方やまだ編み物に慣れていない方は、この根元の部分にもマーカーをつけておくと後で分かりやすくなります。今細編みを編む時に針を入れたこの部分です。ではここからは鎖編みの裏山に細編みを編んでいきます。一つの裏山に1回ずつ細編みを編んでください。一番最後の一つ手前の目まで編んでいきます。13回細編みを編むとちょうどここまで編み終わると思います。それでは編んでいきます。裏山に針を入れ、細編みを編む。隣の裏山に針を入れ、細編みを編む。13回細編みを編み終わりました。鎖編みがあと1目残っています。最後に編んだ鎖編みのこの根元の部分にマーカーをつけておくとこの先が分かりやすくなります。では残った1つの鎖編みにまず1回細編みを編みます。1回細編みを編んだら編み地をぐるっと回転させます。今度はこの V 字の部分が上に来ています。ここからはこの V 字の下を通るようにしてさらにこちら側にも細編みを編んでいきます。まずはひっくり返す前に細編みを編んだこの一番端の目、
この部分にさらに2回細編みを編んでいきます。向きが変わっただけで刺す場所は先ほど細編みを編んだのと同じ場所です。マーカーをつけてある方はその隣になります。同じ場所に2回細編みを編んで、ここに合計3回細編みを編んだことになります。ここからは V 字の下を通るようにしてまた細編みを編んでいきます。13回細編みを編んでください。次に編むのはこのマーカーをつけてある目です。13回細編みを編み終わりました。このオレンジのマーカーは最初に細編みを2回編んだ時の根元につけてあったマーカーです。この根元の部分にもう一度細編みを編みます。この目がこの段の最後の目になりますので、ここにもまたマーカーをつけておきます。そうしたらこの一番最初の目につけてあったマーカーのところで引き抜き編みをします。V 字の下に針を入れ、針に毛糸をかけて引き抜きます。これで1段目の底の部分が完成しました。2段目を編みます。まずは立ち上がり鎖編みを3回編みます。3回編んだらこの3目めの鎖にマーカーをつけておきます。マーカーをつけたらもう一度鎖編みを編みます。全部で4回鎖編みを編みました。次に3目飛ばして4目めに長編み3回と鎖編み1回を編みます。1、2、3、4、ここに編みます。ここの部分も1と数えたくなるのですが、ここは引き抜き編みをした目なので、ここは飛ばします。ここに長編み3回と鎖編み1回を編みます。長編みの編み方は、針に毛糸をかけ、V 字の下に針を入れます。針に毛糸をかけて引き出します。針に3本毛糸がかかっている状態になりました。針に毛糸をかけ、3本のうち2本だけを引き抜きます。もう一度針に毛糸をかけ、残りの2本も引き抜きます。これで1回長編みが編めました。同じ場所にあと2回長編みを編みます。同じ場所に3回長編みを編んだら、一度鎖編みを編みます。次はまた3目飛ばして4目めに長編み3回鎖編み1回を編みます。これを繰り返してこの底の周りをぐるっと1周編んでください。1、2、3、4。
一番端の目まで編み終わったら、編み地の上下をひっくり返してまたこちら側を編んでいってください。編んでいる時に自分の方に向いている面がポーチの外側になりますので、だんだんとポーチの形になっていきます。ここまで編み終わりました。向かい合っている目に長編み3目が編めていたら正解です。これがずれている場合はどこかで編み間違えているので、もう一度目の数を数えながら編み直してください。このマーカーが1段目の最後に編んだ目につけたマーカーです。この目を含めてあと3目残っていたら正解です。最後の部分を編みます。最後はこの1段目で引き抜き編みをした目に編んでいきます。この鎖編みの根元の部分です。ここに長編みを2回編みます。2回編んだら、この鎖編み3目目につけてあったマーカーのところで引き抜き編みをします。これで2段目が編み終わりました。次の段からは毛糸の色を変えますので、10センチぐらい引き出して毛糸をカットしておきます。次の段を編みます。次の段は今編んだこの長編みの頭ではなくて、1段目の細編みの段に編んでいきます。この細編みの3目飛ばした細編みがそれぞれの隙間にあると思います。この飛ばした3目の細編みの真ん中の目から編み始めます。どこの隙間から編み始めても大丈夫です。私はこの端の隙間から編み始めます。針を刺して編んでいくときは、こんな風に内側まで針を刺してしまうと、この編みたい目以外の部分も針にかかってしまいます。ですので、編み地を少し折るような感じにして、編みたい目だけが針の上にかかるようにして編んでいってください。では次の段の毛糸を挟むようにして持って毛糸をかけ、まずは引き出します。引き出したら糸端はこのように右側に置いておきます。立ち上がりの鎖編みを3回編みます。3回編んだら3目目にまたマーカーをつけておきます。そしてもう一度鎖編みを編みます。全部で4回鎖編みを編みました。次に隣の隙間の細編み3目の真ん中の目に編んでいきます。この部分です。針を刺すときは編みたい目以外の編み地が針にかからないように注意してください。ここに長編み3回と鎖編み1回を編んでいきます。長編み3回鎖編み1回を編み終わりました。
また次の隙間へ移動して、この細編み3目の真ん中の目、ここに編んでいきます。長編み3回、鎖編み1回を編んでぐるっと1周編んでいきます。半分編み終わりました。こんな風に編み地が二重になっていますが、このままで大丈夫です。この角の部分に前の段の長編みがあるので、次に編むのはこちら側の細編み3目の真ん中の目になります。ぐっと引っ張りながら緩まないようにこの目に編んでください。ここまで編み終わりました。最後の隙間の部分は少し目が分かりにくいのですが、3目ここに残っていると思います。このマーカーの隣の目が真ん中の目ですので、ここに編みます。ここも編み終わったら、最後はこの毛糸をつないだところに編みます。ここに長編み2回を編んでいきます。またぐっと編み地を引っ張って緩まないようにしてここに編んでください。最初に毛糸をつけたところに2回長編みを編み終わりました。最初の立ち上がり3目目に引き抜き編みをします。マーカーをつけてあるところです。引き抜き編みを編んだら毛糸を引き出してカットしておきます。編んでいる時に自分の方に向いていた面が外側になるように編み地を整えていきます。これで3段目が編み終わりました。1段目につけてあったこのマーカーはもう外して大丈夫です。4段目を編みます。次の段は最後に編んだこの白い毛糸の段ではなく、その一つ前のグレーの毛糸で編んだ長編みの段に編んでいきます。隠れた状態になっていると思うので、この隙間から押し出すようにしてこの部分に編んでいきます。編み始める場所は長編み3目の真ん中の目です。どこから編み始めても構いません。私はこの端の部分の真ん中の目から編み始めたいと思います。この時も必ず編みたい目だけが針にかかるようにしてください。こんな風に他の目も針にかかっているとこの先が編めなくなってしまいます。隙間からぐっと編み地を引き出して編みたい目だけが針にかかるようにして編んでいってください。次の段は細い毛糸を使いたいので太さを揃えるために2本一緒に編んでいきます。まずは針に毛糸をかけ引き出します。立ち上がりの鎖編みを3回編みます。3回目の鎖編みのところにマーカーをつけておきます。もう一度鎖編みを編んで
全部で4回鎖編みを編みました。そうしたら次の長編み3目の真ん中の目に編んでいきます。また編み地の隙間からこの段の編み地を引き出して、長編みが3目あるうちの真ん中の目、ここに編んでいきます。長編み3回、鎖編み1回を編んでいきます。グレーの段の長編み3目の頭に長編み3回、鎖編み1回を編み終わりました。同じ要領で1周ぐるっと編んでいきます。1周ぐるっと編み終わりました。最後の部分を編んでいきます。最後はこの毛糸をつないだ目に長編みを2回編みます。毛糸をつないだ最初の目に長編みを2回編みました。立ち上がりの鎖編み3目目に引き抜き編みをします。マーカーをつけてある目です。引き抜き編みをしたら少し引き出して毛糸をカットします。これでこの段は編み終わりました。同じ要領で編んでいってください。ここまで編み終わりました。この後この段を編んでいきます。まずは最後に編んだ段の1つ前の段の長編み3目の真ん中に針を入れ毛糸をつけます。立ち上がりの鎖編み3回を編みます。3回目の鎖編みにマーカーをつけておきます。同じ場所に長編みを1回編みます。次に一番最後に編んだ段の長編み3目の真ん中に細編みを1回編みます。細編みを編んだらまた1つ前の段の長編み3目の真ん中に長編みを3回編みます。次は一番最後に編んだ段の長編み3目の真ん中に細編みを1回編みます。次は1つ前の段の長編み3目の真ん中に長編み3回を編みます。そして最後に編んだ段の真ん中の目に細編み1回です。こんな感じで1つ前の段に長編み3回、最後に編んだ段に細編み1回というのを繰り返して1周ぐるっと編んでください。1周ぐるっと編み終わりました。今一番最後に編んだ段の長編み3目の真ん中に細編み1回を編んだところです。最後にこの毛糸をつないだ目に長編みを1回編みます。
最後に長編みを編んだら、立ち上がり鎖編み3目の3目目のところに引き抜き編みをします。これでこの段が編み終わりました。このまま糸を切らずに縁を編んでいきます。まずは立ち上がりの鎖編みを1回編みます。根元の部分に細編みを1回編みます。最初の細編みが編めたら、ここにマーカーをつけておきます。ここからはすべての目に細編みを編んで一周ぐるっと編んできます。一周ぐるっと編み終わりました。最後の部分はとじ針で閉じていきますので、引き抜き編みはせずに毛糸を10センチぐらい引き出してカットしておきます。それでは最後の部分を閉じていきます。とじ針を用意して、今カットした毛糸を針に通します。まず最初にこのマーカーをつけてある一番最初に編んだ細編みに針を刺していきます。今回は分かりやすいようにマーカーをつけたまま作業しますが、マーカーは取っていただいて構いません。横から針を入れ、V 字の下を針が通るようにしてください。次にこの糸が出ている一番最後に編んだ細編みの頭の部分に上から針を入れます。こうすると上の部分が V 字できれいにつながります。残った毛糸は裏側の目立たない部分に縫い入れてください。余った毛糸はカットしておきます。これで最後の糸始末ができました。残りの糸始末について説明します。編み地を裏返すとこのように糸端がたくさん残っていると思います。綺麗に仕上げたい方は1本ずつとじ針に通して編み地の中に入れていくのが良いと思いますが、これだけ量があるととても大変です。ですので、同じ毛糸の糸端同士を肩結びにして結べたら残った糸は短くカットします。同じ毛糸同士を結んでカットしたものがこのような感じです。よく見ると結び目がありますが、裏面なのでそんなに目立たないので、このようなやり方でも良いのではないかと思います。1本ずつ毛糸が出ているところはとじ針に通して編み地の中に入れてください。出ている毛糸をすべて糸始末したら表に返します。これで完成です。ファスナーをつけていきます。まずはつけたい部分の長さに合わせてファスナーに印をつけます。この部分を少し縫います。こんな感じでスライダーが外れないように少し縫いました。縫ったら余分なファスナーはカットします。
まずは片側を待ち針で留めていきます。印をつけたところがだいたいこの脇の部分と同じ位置になれば大丈夫だと思います。あとはここの部分を縫っていきます。この細編みの頭の V 字の下に針を刺すようにすると糸が目立たないです。この一番端の部分は少し内側に折れ曲がるような感じで縫ってください。この部分は力がかかるので何回か縫っておくと良いと思います。ファスナーを閉じたまま大体の形を整え、形を整えたらこの真ん中の部分だけを待ち針で留めておきます。ファスナーを開けて残りの部分も待ち針で留めていきます。そうしたらまたこの部分から続きを縫っていきます。この端の部分は折り目を開くようにして縫い留めます。目立たないところで玉結びします。ファスナーが開けられるか確認してください。これでファスナーをつけることができました。最後に刺繍のワッペンをつけました。ワッペンはダイソーで購入したものです。本来はアイロンでつけられるワッペンなのですが、今回は手芸用のボンドでつけてみました。これで完成です。お疲れ様でした。ポーチは完成しましたか？余った毛糸を組み合わせていろいろなポーチを作ってみてください。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも編み物に関する動画をたくさんアップしていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またねー。